こんにちは。日本語クラスです。お元気ですか？私は元気ですよ。さあ、皆さん、これとっても可愛いですね。そして美味しそうですね。はい。これはドラえもんのお弁当です。はい。本当に可愛いと思います。はい。私が作ったんではありませんが、はい。可愛いので紹介したいと思います。はい。これ、そう、今日のテーマはドラえもん。はい。ですから、ちょっとお弁当をね、まず見せました。はい。これはおにぎりですね。唐揚げもありますね、ここにね。はい。もうまだありますよ、写真。これも、はい。ドラえもん。ドラえもんのコロッケだと思います。これコロッケ。コロッケ知ってますか？コロッケは、えっと、パン粉というパンのこのサクサクしたものの中にじゃがいもが入ってます。はい。マッシュポテトが入っている。はい。それを油で揚げたものですね。コロッケ。はい。そして今日はお弁当がテーマじゃないんですけど、ドラえもんがテーマです。はい。ただ今日はたくさんドラえもんのお弁当の写真を紹介しますよ。はい。ポッドキャストだけどこう出てきます。写真が出てくるのでよかったら見てください。はい。ということで今日のお話のテーマは、ドラえもんですが、皆さんドラえもんがもしいたら何をポケットから出してほしいですか？ドラえもんっていろんなものをポケットから出してくれますよね。こうね、助けるために、じゃあこれ使ってってね。はい。この出してくれたもののことを道具、トゥール、英語だとトゥールですねと言います。はい。この道具、はい。使ってみたいな、これ使ってみたいな、あったらいいなと思う道具を、トップ5、1、2、3、4位、5位、はい、これを紹介します。はい。これは日本人は何年かに1回か毎年かな、いろいろアンケートで調べているそうですね。何が欲しいですかって。でそれで今日紹介するのは、2023年の、調査調べたものの、結果を紹介します。これは100人に聞いた結果なんだそうです。だけど、特に1位、2位、3位はだいたい毎年同じものですね。でしたので100人ってちょっと少ないんだけど日本人はこうやって考えるっていうのがわかると思います。はい。日本人の人に聞いた結果です。何歳からですか？それは10代からだそうです。10代だからもう10歳の子供から、60歳ぐらいまでか、またもっと上までの何歳でも OK ですという人にインターネットで聞いた答えだそうです。はい。じゃあトップ5を今日は紹介しますね。はい。皆さんだったら何が欲しいですか？うん、いろいろありますよね。そう、有名なものもあれば、ね、あれが特に欲しいね、みんなは名前知らないけどっていうのあるかもしれないですね。なんでしょう。はい。どこにでも行けるドアありますね。はい。あれかもしれないし、なんでしょうね。じゃあ行きましょうか。じゃあ紹介しますよ。じゃあトップ5の5番目、一番下から紹介しようと思います。ですね、ただですね、5位は4位と5位が同じ表、人気があって5位がなかったみたいですね。4位が2つあるという結果だそうです。ということで、じゃあ2つあるので、2つあるけど、もう私5位って書いちゃったので、はい、5位から紹介します。これ4位です、実際は。これはですね、これです。タケコプター。はい。日本のドラえもんはこういう声です。違うかな。
なんかもうちょっとおばさんの声でタケコプターみたいな。はい。タケコプターというのは頭にドラえもんが頭にポツッと乗せると空を飛べるあれです。もうよく使ってますよね、あれね。そう、あれ。やっぱあれみんな欲しい。うん。すごいですね。人気ですね。ちょっとそのアンケートの、日本人の答えちょっと読んでみますね。これはインターネットに書いてある情報を、使わせていただいています。女性の人、20代女性の人だそうです。20代だから20歳から29歳の間のどこかですね。この人の意見は、そのまま読みます。鳥とか飛行機みたいに空を飛べたら見える景色や世界が全然違うと思うからタケコプターが欲しいです。目線を高くして世界を見てみたいです。うん。これは分かりやすい日本語ですね。鳥みたいになりたいってことですね。うん。あとは、30代の男性です。男性の意見。一度でいいから空を飛んでみたいです。空が飛べたら行きたいところにも行けるし、時間の時短にもなります。時短っていうのは時間のコスト、時間にかかる、時間がかからなくなるってことね。時短って言います。時短にもなる。車がいらなくなるからタケコプターが欲しい。うん。という意見。なるほどね。まあそうですよね。あれは便利ですよ。そりゃそうだ。私も欲しい。はい。じゃあ次行きましょうか。だんだんですね、これから上行くとね、なんか日本人もいろいろ考えてるなと思います。行きましょう。次です。これ今4位って書いてあるけど、さっきのタケコプターも4位でした。同じ表だから。うん、4位はいきます。4位。ドゥドゥン。人生やり直し期。はい、これです。これみんなの国のあの多分翻訳で見てますよね。日本語で聞いてるかわかんないけど、ちょっと名前難しいですよね。人生やり直し期というのは、説明しますね。これは人生はライフです。ライフ。そう。だから、もう今私たち今生きてますよね。そう、今生きてこのポッドキャスト聞いてますね、みんなね。で、例えば今何歳、例えば今30歳ですとか、そう。10年前に大学を卒業しましたとか、そういうのあるでしょ。この今までやってきたことが人生です、全部。でその人生をやり直す、もう一回昔に戻ってもう一回それをやるという機会があります。はい、ドラえもんが持っています。それです。それが欲しい、ということですね。やり直すって言いますね。フィードバック、フィードバックというか、ゴーバックかな。もう一回やるってことです。そう。それもなかったことにする。今までやったことはもう何もなかったことにして、ゼロからもう一回やるってこと。で、ゼロというか好きな時にこれ戻れます。このドラえもんの機械は自分があの時に戻りたい。例えば今自分がじゃあ30歳で、もっと勉強した方が良かったなと思って、じゃあ中学校の時に戻りたい、でもう一回勉強ちゃんとやりたいって言ったら戻れます、これ。はい。でもこの機会は戻ったら、今本当は30歳だから、30歳の今までの経験は頭の中に残っている、思い出もある。だけど、えっ、とその機械に人生やり直し機というやり直しマシーンを使うと、あの体だけは若くなる。うん。で、30歳のことは覚えてるんだけど、また15歳のその中学生の生活がそのままできるというのです。そう。まあドラマでもありますよね、こういうのね。
でそうですね、例えばじゃあどんな意見があるかは、40代の女性の意見です。この人生やり直し期が欲しいと。期っていうのは機械の期です。どんな意見ですか？はい、この人は読みます。人生やり直して違う人生を歩みたいし、後悔ない人生が良いです。今の人生後悔ばかりしているし、もう一度人生歩めるなら失敗しない人生がいいです。だからこの人生やり直し期を使いたいです。はい、という意見。うん、もう一回人生をやり直したいと。40代の人ですからね。40代だから40歳から49歳の女の人。確かにこのぐらいだと、いろんな失敗もしたり、あの時もっと何々していたらよかったとね思う人多いですよね、きっとね。そして他の人の意見、女性の10代の意見です。10代だからこれ10歳から19歳の間ですよ。若い。どんな意見読みます。私は今まで生きてきた中でたくさんの後悔があります。後悔は regret です。あんな風にしなければよかったですよね。ダメだ、という気持ちです。後悔。10歳だけどもう後悔たくさんありますって書いてありますね。そしてこうしていれば変わっていたのかなと今でも思うことがあるため、人生をやり直したいと思うからこの機会が欲しいです。はい。そう、10代でもう後悔がたくさんありますと言ってますね。どうしたんでしょうね。そんなね考えすぎだよね。若いのにね。そんな気がしますけどね。40歳の人ならわかるんですけど、10代だったら気にすることない気がする。面白いな。じゃあ次行きましょう。でもどうですか、みんなこの機会欲しいですか？人生やり直し期戻りたい時ありますか？今例えば40歳ぐらいの人だとあるかもしれないですね。きっと今日も仕事をして帰ってきた、疲れている、そして、このポッドキャストを聞いている人、または寝る前に聞いてる人とか、朝会社に行く時聞いてる人もいるかもしれないですね。どうですか、あなたは。人生をもう一回あの時に戻って、例えば20歳の時の恋人とやっぱり別れないで結婚しておけばよかったとかありますか？そういうのどうなんでしょう。使えますよ、これは。使えるんですよ、これ。やれますよ、これは。でもどうですかね、それをやり直して本当にうまくいくかは分かんないですよね。じゃあ次行きましょうか。3位です。いいですね、3位。3位もね、おーですよ。いきます。3位はこれです。ででん。もし、ごめんなさい。声。ドラえもんの声難しい。はい、3位、これ。ででん。もしもボックスです。はい。私全然ドラえもんの声似てないな。ダメだな。まあいいや。もしもボックスと言います。ボックスはボックスです。BOX。BOX。箱ですね。もしもは if ですね。if。もしかしたらのもし。はい。これは、ちょっとイメージしてください。電話ボックスってありますね。いや、今日本ほとんどないんですけど、電話をかけるための箱です。あれ、そうそうそう。昔はありましたね。もう10年前だったらギリギリあったかな。でも今携帯電話みんな持ってるからもうほとんどないんですけど、もしもボックスっていうのはそういう電話ボックス、テレフォンボックスの形をしています。はい。で、そこに入って電話があるから、その電話
電話を取って話すんですね。でその時にもしそうですね、今じゃあこの話のドラえもんだと、例えば10歳ぐらいですよね。男の子ね、日本語でのび太というんですけど、男の子10歳で、もし5年前に戻って頭が良かったらどうなっていますかと話す。もし5年前に戻って頭が良かったらどうなっていますかと言って、その電話ボックスを出ます。そうすると自分の世界はそれになってる。頭が良くて、何でしょう、よかったらどうなりますかって、頭が良い世界に変わってるってことです。自分が頭が良くなってる。だから環境も変わってる。自分はバカだと思われてたけど、それも変わっちゃうんですね。だから自分がなりたいものになりたいことを言えばいいんですね。もし私がモデルファッションモデルだったらという、例えばね、もしファッションモデルだったらと言って、そのテレフォンボックスから出ると、電話ボックスから出ると、もう自分はファッションモデルになってるんですね、本当に。だからそうすると、自分がファッションモデルになっている生活を自分が経験できる。そういうものです。だからすごいですよね。皆さんが例えばあれですね、大統領になったらとかもできるし、私が世界で一番お金持ちになったらとかもできる。そうです。電話ボックス出たら世界で一番お金持ちになってます。そうなったらどういう経験ができるかというのが実際に体験できる。体験は経験、体で経験するってことです。これ3番目ですね。なのでじゃあ意見読みます。男性の意見です。男性30代の人の意見はこれです。タイムマシンやどこでもドアも捨てがたいところですが、どこでもドアはドアを開けたら新しい世界、行きたい場所に行ける、あれですね。どこでもドア、あれもいいけどって言ってる。もしもボックスがあれば他の道具のことが大体できてしまうから、それが一番の理由ですと言っている。はい、そうですよね。自分で欲しいもの、なりたいこととかを言えばいいんですもんね。うんじゃあ30代女性の意見はこれです。もしもボックスがあれば自分の理想の世界を作ることができるので、最も使ってみたいです。理想はこうなったらいいなというのです。それにもしもボックスは他の道具の代わりとしても使えそうなので一番便利だと思っていますという意見。やっぱりそうですね。他の道具よりもう簡単にその状況、そのシチュエーションにもうできる。確かにそうですね。あとはじゃあ10代の男の子、10歳から19歳までの間の男の人の意見です。これ、もしもボックスは自分の好きな世界に変えることができるからいい。科学の世界から魔法の世界といった世界にしてみたいと思うから欲しいです。それに自分が主人公の世界に行ってみたいです。ちょっとこれ言葉難しいですね。10歳なのにね、10歳とか10代なのに、19歳かもしれないか。最後の自分が主人公の世界っていうのは、話の中の中心の人になりたいってことです。例えばハリー・ポッターだったらハリーが中心ですよね。
ドラえもんだったらドラえもんですよね。ドラえもんいなかったらこの話はできないですよね。そういうのが主人公です。真ん中の人です。その世界に行ってみたいと言ってますね。なるほど。でボックスもしもボックスもいいですよね。どうですか？これあったらみんなどんな夢を叶えたいですか？ダイエット成功するなんてもう簡単ですよね。うん。もっと大きいな、なんか世界で一番綺麗な体になっているとか、そういう方がいいかもしれないですね。これお願いするなら。じゃあ次です。じゃあ2番いきましょうか。いきましょう。ちなみにこの写真ですね。えっ、ともちろんドラえもんで、ここがウィンナーの何ですか CM というか、そうこういうウィンナーがあるそうです。可愛いですね。キャラクターウィンナーですね。はいでした。じゃあ2番いきます。2番目もうすごい人気ですね。なんかね。じゃあ2何でしょうね。何でしょう。何だと思うみんな。いきましょう。じゃあ2これです。ででん、タイムマシーン。はい、タイムマシーンです。タイムマシーン。これは、未来、フューチャーに行ったり、過去、past、100年前に行きますとか、100年後の世界に行きますとかができる、あれです。はい。タイムマシーンって確か、机の中の引き出しを開けたら、そこにある車でしたよね。そうあれに乗ると、好きな時代に行けます。好きなとこに行けます。うん。もちろん昨日に行ってもいいし明日に行くこともできる、うん、これですね。じゃあそうだな、読みましょうか。意見、男性の意見です。30代の男性の意見を読みます。いきます。タイムマシンどうして欲しいですか？これですね。はい。タイムマシンなら人生やり直し期みたいなものなので、ほんの少しの未来に行ってロト6のネタバレを見て現代に戻って買っちゃいます。はい、これちょっと難しいですよね。これはですね、この人の意見はタイムマシンに乗ってちょっと先の未来将来に行って、そこでロトです。ロッティ、そう番号とかいろいろあるけど、番号、何番何番何番というのを数字を自分で当てて、その数字が当たったら例えばたくさんのお金がもらえますとか、それ1,000円のチケット買って自分の好きな数字を選んで、でそれが、実際に好きな番号を書くんですね。でその番号が実際当たった、本当にこの番号ですすごいってなったら、あなたは全部この数字が合っているからあなたにじゃあ2億円あげますとか、そういうのがロトと言います。はい。で、日本にロト6っていうのがあるんですね。そういうのね。でそれを、使いたいと、未来行ってその番号を見てきて、でそのまま戻ってきて、でそれでロトを買って、お金をもらいたいということですね。そうですね、確かにこれは便利ですよね。あとは次、女性いきましょうか。30代の女性ですね。30代女性の意見はこれですね。タイムマシーンが欲しい理由はこれです。未来を見て予習しておけばお金でも何でも手に入るし、タイムパラドックスがどうなるかわからないですが、別の選択肢を選んだ人生を歩み直すこともできるから欲しいです。ちょっと難しい日本語ですね。これは簡単に言うと、先に未来を見たい、この人は。フューチャーを見たい。In the future 何が起こりますかと。ちょっと先を見て知っておけば、やっぱりお金でも何でも、自分でこう手に入る、持つことができるし、それに何かこう、じゃあどうしよ
例えば結婚しようか、この人と結婚しようか、いやしないとか、そういうのを、考える時に何ですかね、やり直せる、やらない方がいいかもとか、やった方がいいかもというのが先に未来を見ておいたら分かるから使いたいという意見ですね。なるほど。うーんあとはね、40代の男性の意見ちょっとまた違います。男性40代。過去や未来に行けるのがとてもいいです。歴史に残る出来事やその時代の人物を見ることができる。それに、とっても昔に行ってその時代の生き物を実際に見ることにすごく興味があります。あー、そっか。確かに恐竜とかダイナソー、恐竜ですねとか見たいかもしれないですね。見れますね、タイムマシーンだったら。おー、すごい。好奇心が旺盛。好奇心っていうのは興味がとてもある人ですね。いいですね、確かに。タイムマシーンね。これは私は乗りたいけど、本当はやっぱ学生の時はやっぱり明日のテストは何が出るんだろうっていう、何の問題が出るんだろうっていうのは知りたいなっていうのは思いましたね。ちょっと明日に先に行って問題見てきたいっていうのはちょっと思ったことある。小さな夢ですね、私はダメですね。タイムマシン、みんなどうでしょう。これだから似てるんですよ、さっきのもしもボックス3位とかともね、似てるけど、タイムマシンだから好きな時に行ける、時代に好きなピリオドですね。200年後とか200年前とかに行ける。はい。行きたい時ありますか、みんな。うん。そっか。自分がおばあさん、おじいさんになった時どうなってるかを見たいっていうのもありますよね。うん。元気かなとか、顔はどんな風になってるとか、うん。どこに住んでるとか、何やってるとかね。確かに。ちょっと見たいけどちょっと怖い気もしますね。どうなんでしょうね。乗ってみたいですか、皆さん。タイムマシーン。これ2番ですよ。結構人気あるよね。うーん。じゃあ次、もうついに最後、1位。もう1位は、もうやっぱりあれだ。もう有名なあれだ。いきましょうか、皆さん。1位はこれです。ドゥドゥン。どこでもドアです。はい。どこでもドア。Anywhere door ですか。翻訳すると。あれです。もうドアです。ドア。ちょっとこれは写真があります。これですね。はい。もうドア開けたら自分が行きたいとこにパッと行けるやつですね。便利ですね。ほんと。これですね。40代の女性の意見です。どうしてどこでもドアが欲しいですか。はい、これはいつでもどこでも時間に関係なく好きな場所に移動できるのはすごくいいと思うから欲しいです。交通費もかからないし経済的にもいいです。確かに交通費ね、移動するお金もかかんないし、経済的エコノミーね、お金もかかんない。とにかくお金かかんないってことですね。そうだよな、確かに。で、もう一つ、40代女性。はい、行きましょう。絶対にどこでもドアが欲しい。お金もないし、コロナもあって海外旅行に行けないので、どこでもドアを使っていろいろな場所に行って、いろんなものを食べていっぱい遊びたい。はい、だそうです。でこれコロナもあって確かにそうですね。これ調査アンケート答えたのは2023年なので、コロナはもうだいぶもう全然ね良くなってるんですけど、
それでもね、日本人は他の国の人よりマスクしてますし、あんまり前みたいには海外行ってない人が多いので、いけないからね、飛行機乗らなくていい、このどこでもドアだったら便利だっていうことですね。確かに。じゃあもう一つまた違う意見です。面白い。女性の意見で30代の女性です。どこでもドアどうして欲しいですか？それはこれです。実家が遠方なので会いたい時にすぐ会いに行けるからです。ちょっと言葉難しいこれ。実家っていうのは自分のお父さんお母さんが住んでいる家のことです。それが実家。それが遠方っていうのは遠いってこと。だから多分この人例えば東京で働いてるんだけど、お父さんお母さんはじゃあ例えば北海道にいますとか、それ。だから会いたい時にすぐ行けますね、このドアあったら。そしてまだ意見が続きます。コロナになってから満員電車が苦痛でますます欲しくなりました。はい、だそうです。コロナがね、あった時、満員電車乗りたくない、もう嫌だと思ってたから、もう本当にもうどんどん欲しくなりました。このドアが欲しいですと言っている。確かに本当ですよね。毎日電車乗らないであのドアがあれば、ドアの向こうは会社。いいですね。楽。時間もかかんないし、いいですよな本当ね。そうそうそう。ということで、やっぱりこれは、時間もお金もかからなくてとても便利だという意見が多かったですと書いてありました。そりゃそうだ。でこのどこでもドアはやっぱり何年度の調査を見てももう一番ですね。1位ほとんどもうみんな欲しいと思ってるどこでもドアは。いいですよね。シンプルで使いやすいしな、あれいいな。家にあっても別にあんまり気になる。インテリアドアがありますってね、友達が見ても何あれのドア何あれってあまり思わない。確かに。そしてですね、ちょっと1個私欲しいなと思ったの1個紹介します。で私欲しいのは7番でした。7番目のやつ。7番がこれ。7番はね、7番だし私も欲しいやつねはこれです。翻訳こんにゃく。これは絶対わかんないですよね、みんなね。翻訳です。翻訳。translate。そう。ごめんなさい。翻訳こんにゃくじゃない。私が欲しいの。言っちゃった。まあいいや。翻訳こんにゃくはじゃあいいや。7位だからちょっと言っておく。これは、こんにゃくってわかります？食べ物。日本の食べ物ね。で、なんかね、通訳、翻訳してくれるんです。そう。誰かが話したのを翻訳してくれるのかな。違うかな。それか、なんか、翻訳だから書いてあるものを翻訳してくれるのか。多分そっちか。書いてあるものを翻訳してくれるんだ。でも話せたり読めたりって書いてある。ごめんなさいね。私これ間違えちゃった。とりあえずじゃあ意見を先に読みましょうか。40代女性の意見を聞くとよくわかります。翻訳こんにゃくっていうのは欲しい理由これ。映画を見るときに吹き替えとかサブタイトルがなくても楽しめるのがいいですって書いてある。ってことはやっぱそうだ。これどうやって使うか私今わかんないけど、外国語を聞いた時にもう翻訳してくれるんですね。耳の時も翻訳してくれるし、読む時も翻訳してくれる。これ。でもこれってもうありますよね、実際。そう。今のこの時代はもうある。だからこれはすごいですよね。本当にドラえもんがいなくてもこれ本当にあるからということです。でごめんなさい、私もう一個言いたい。私が欲しいのは、これです。ないか今わかんないけど、でもね10位以内には入ってるはず。結構人気あるから。この調査で入ってなかったけど他の調査では10位以内に入ったので言います。これです。ドゥドゥン。アンキパンです。アンキパン。アンキパン。はい。パンは食べるパン。米、ご飯、パンのパン。あれです。みんながよく食べるパン。はい。朝ごはんとかに食べる。はい。あれ。
トーストでいいです。考え形はトーストの形で、暗記というのはあんこじゃないですよ。暗記は暗記するという言葉あります。何かを勉強して覚えるっていう意味です。そうだから暗記パンというのは形はパンなんですね。そうで、ペンがあって特別なペンがあるんだったと思うんですけど、それに自分が覚えたいことを書きます。例えばみんながテストの前に、これはなんかいつも覚えられない、難しすぎるみたいな、ありますよね、日本語の言葉でも。これ間違えちゃう、いつもでもとっても大事なのにっていう、それを書くんですね、パンに。ペンで書いたら、そのパンを食べます、全部。はい、食べられます。それ食べると覚えてます。はい、もうこれは100点ですね。最高ですね。もういいよね。暗記パンはね、私本当に学生の時欲しかったです。だってこれ書いて食べれば絶対忘れないわけだから、もういいよねって思いますね。あれは人気ですね。あれも人気。うん。テストだとそうですね。ただ問題は何枚も食べられないから、そのパンを。そうだから絶対忘れたくない、それも絶対テストに出ることしか書けない。はい、っていうのがちょっとネガティブなポイントではありますね。そうだそうですよ。なかなか面白いでしょ。ということで、日本人はいろいろこういうのを考えてるんですね。暇なんですかね。夢があると言いますか。ちなみにこの、今回の、結果は、どこでもドアが一番欲しいといった人はなんとですね、何パーセントいったと思いますか？これすごい。全体の55%。はい、55%がどこでもドアがいいですと言っただそうです。やっぱりその理由は、コロナだった時に好きなところに行きたいけど行けない、そうだし、すぐに行けるのはお金も時間も節約になって便利だ、だから欲しいですという意見が、あったそうです。55%、半分以上の人がどこでもドア、 Anywhere door が欲しいということですね。だそうです。皆さんはどうでしょうか？何が欲しいですか？みんなの国の言葉でちょっと何て言うか分かんないっていう人多いと思うんですけど、これができる、こういうことができる道具ツールがあるんです、これが欲しいですっていうのがあったら、ぜひぜひメッセージで送ってください。教えてください。ドラえもんいっぱい持ってますからね、いろんなものね。ドラえもんのポケットだけ欲しいっていうのもね、一つ意見ですよね。ドラえもんいなくてもいいからみたいなね。それじゃドラえもんかわいそうですからね。そうということでした。はい、少しリラックスして聞いてくれていると嬉しいです。いかがでしょうか。じゃあ最後ちょっとだけ、私の紹介、はい、します。私は皆さんと、一緒に勉強できます。はい。YouTube じゃなくて、はい、私と一緒に勉強しませんか？きっと楽しいと思います。はい、オンラインレッスンをしています。はい、皆さんがインターネットがあれば、どこの国にいても私と一緒に勉強ができます。はい、よかったらぜひ一緒に勉強しませんか？ビデオレッスンと Zoom のレッスン2つあります。はい、ビデオレッスンは皆さんの時間があるとき、いつでもビデオを何回でも見られる。はい、いいですね。簡単。そして Zoom レッスンは、皆さんと、リアルタイム、その時間にお話ししながら勉強します。はい。でも Zoom レッスンも皆さん忙しいから1回だけまずやってみたいという人も多いです。はい。まずはね、ぜひ1回来てもらって全然嬉しいです。私は皆さんの顔が YouTube では見えませんから、はい、ぜひ1回来てくれると、1回でももう全然嬉しい。こんな人が YouTube 聞いてくれてたんだって知れるとすごく嬉しいです。はい、ぜひよかったら来てください。そしてじゃあビデオレッスンはいろいろあるんですが、一番人気なのは、JLPT の読解リーディングのビデオレッスンです。はい、N1 と N2 のビデオレッスンがありますよ。
そして Zoom レッスンは3つあります。ビジネス日本語と会話の練習をする Zoom レッスン、そしてプライベートレッスン、プライベートレッスン、これは皆さんが勉強したいこと何でも一緒に勉強するクラスですね。クラスじゃないか、これは私と2人でだから、私1人と皆さん1人だから、はい。で一緒に何でも勉強しましょう。で、特に1回しか来られないって人はプライベートレッスンがいいかもしれないですね。はい、どうぞ待ってます。全部オンラインレッスンの、情報は今日のビデオの下のディスクリプションとコメントのとこに書いてあります。そこから見てください。そしてビジネス日本語については YouTube でもビデオを作りました。はい、電話の話し方とか、電話どうやって受ければいいですかとか、そういうの、細かく説明してますので、ぜひぜひまず見てみてください。ですが、ビジネス日本語の Zoom の授業ではもっと進んでます。はい、ですのでもっと細かい、こういうとじゃあ自分でかけるとき、電話をかけるときどうすればいいかとか、こっち受けるときなんですね。電話の受け方、アンサーの方なので、自分かけるときどうすればいいかというのを今もやってますので、はい、もっと練習しないと仕事で困るんですという人は、ぜひビジネス日本語の Zoom レッスンにぜひぜひ来てください。1回でもとっても勉強になると思います。ぜひ使ってみてください。一緒に勉強しましょう。楽しいですよ。はい、ズームレッスンは楽しい、本当に。はい、私はとても楽しい。嬉しい、いつも授業。はい。じゃあ、TwitterX もやってますので、下にリンク書いておきます。はい、この最後のこの写真も美味しそうなお弁当です。はい。日本にはね、お弁当文化がありますね。本当に可愛い、これ。もうこんな可愛いお弁当食べられないですよね。どうしようってね、写真をいっぱい撮ってから食べるんですかね。いいなと思います。はい。可愛いし美味しいんですよ。だからすごいですね。そう。ということで、皆さんぜひドラえもんがいたら何を出してほしいか、どうやって助けてほしいか、はい、ぜひメッセージ待ってます皆さんのいろんな面白い話、ユーモアいっぱいの話楽しみにしてます。よろしくお願いします。今日もありがとうございます。